はい、こんにちは。山下夏実です。9月9日月曜日、オクトーバーフェストニューポートビーチ編デイ2ですね。デイ2はですね、朝から最初ウェッジに狙っていきまして、地元のカメラマンのディンゴに朝会ったりとかしながらスキムボードの練習してきました。朝一はね、ウェッジでこんな感じでやっていった感じで、サイズも相変わらずありって感じ、あってって感じだったんですけど、ウェッジにしてはね、やっぱりちょっとあんまり良くはない感じで、それでもね、もう全然ラップ並みとかフロントの今みたいな流しとかは全然できるんですけど、かなりちょっと難しめの波でしたね。こういうラップチューブ波、待ってれば来る。ですけど、波風と波待ちがね、合ってなかった印象だったんでね、ある程度は、こんな感じで何本か、本数自体はね、そこそこ決まったんですけど、ウェッジのクオリティの波ではなかったかなっていう感じでしたね。それでもね、かなりいい練習ができて、大会会場のバルボアに近いってこともあってね、朝一は、このウェッジでね、まずは調整していったって感じですね。デイ2なんでね、そこそこ、前日でね、砂質も分かってきた状態だったんで、ちょっとずつね、走り始めるようにしていってます。やっぱり砂質が違うとね、怪我の可能性があるから、最初の方は抑えめで走って、って感じでやっていってます。で、ここからですね、ちょっとポイントを、ラグナの方まで南下しまして、テンスストリートビーチですね。ここで狙っていったんですけど、ちょっと潮がやっぱり、潮まりがあんまり良くなくて、かなりペラペラで、ちょっと条件があんまり良くなかったって感じでしたね。一応ね、こんな感じで届く距離感なんですけど、サイド押しは全く出てなかったので、基本ドストレートの波狙っていった感じですね。こんな感じでちょっとね、小波というか、癖の強いちょっと波で。一応ここも左右両方なんか珍しく出てましたね。テンスでフロントがっつり流せるってことあんまりなかったんですけど、基本こんな感じでバックサイドを狙っていくんですけど、合間でフロントもちょこちょこ流せた感じでしたね。基本はバックサイドで流しっていうよりはリッピングして帰ってくるとか、ラップラインまで行けたらいいかなっていう感じの練習で、ちょっとその辺のね、普段のテンスと違った感じの条件下で練習していた感じですね。こういうフロントですね。こういうのが乗れたらかなりいい感じだったんですけど、ちょっと難しめですね。ただちゃんとドンピシャ当てればロングライドからスピナーまでいけるって感じですね。朝からちょっと練習はしていってますけど、朝一のウェッジがちょっとできたって感じで、この辺の時間はややちょっと外したかなって感じでした。で、ここからですね、ちょっとポイントをずらしましてですね、テンスから隣のナインスですね。今見えてる岩があるんですけど、岩2つぐらい越えるとね、ビーチに埋まってる岩2つぐらい越えるとナインスに着きます。もともとナインスの方から歩いてってテンスに向かうんですよね。どっちかっていうと帰り道の中でナインスに寄ったって感じですね。ここの方がストレート波は結構綺麗に乗れてたんで、軽くこんな感じでラップラインの調整をしてからね、上がって、午前中のね、練習は終えてった感じです。これとか結構いいですね。かなりいい練習ができたんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。